ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回は G のレコンギスタの解説よ。今映画が公開してるんだぜ。でも、なんだかなーって感じするぜ。確かこの作品のテレビ版、めちゃくちゃ評判悪いよな。意味がわからんとか、ダサくとか何してるのかわからないとか、とにかくめちゃくちゃに言われてるのはちらっと見たんだぜ。そうね。では今回は、先行のハサウェイから入ったライト向け、TV 版を全部見たことある人向け、と2つに分けた評価を書いていこうと思うわ。ガンダムに興味ない人向けはやらないのか？それは先行のハサウェイの映画を見てもらった方が。ほう。では、先行のハサウェイから入ったライト J 向けの解説をしていこうかしらね。というわけで、ライト向け劇場版 G のレコンギスタ、1、2、3の総評なのだけど、100点満点中、30点、かしら。めっちゃ低いんだぜ。これがね、テレビ版含めた、大きな課題だと思うのだけれど、主人公含めた登場キャラに対して、絶望的なまでに共感できないのよ。もちろん、ちゃんと調べて、ちゃんと理解すれば、なるほどと、大半のところは納得できるし、まあ共感もできるのだけれど、あえて先行のハサウェイの伝説のタクシードライバーさんの言葉を借りるのならば、そこまでしっかり見て考察する暇な人は、世の中には多くないのよ。毎日仕事をして、家族のため、自分のため、何かのために頑張ってる人たちは、ちょっとした気晴らしで見た映画で、深く考えて推理する暇なんてないのよ。洞察力がどうとかそういう話じゃなくて、人は、関心のないものに対して時間と労力を割いたりなんてしないの。スポーツに興味のない人が無理やり野球を見させられたとして、どこぞの誰かがどれくらいヒットでスリーランがどうとか、見た瞬間に記憶から抜け落ちていくのよ。どうでもよくてね。でも全てがそうかといえばそうじゃなくて、あと2点取れば逆転できて、2アウトで1塁とか2塁に人がいて、打席に来たのはイチロー。とかならみんな食いついてくれるのだけど、大抵の人はそこまでの過程に興味がないのよ。じゃあどうしてそこで食いつくかといえば、状況の想像が考察の余地もなく簡単だからよね。一目見た瞬間、これは大ピンチで大チャンスだな。と分かった上でなおかつ自分たちのよく知るヒーローだから一瞬で共感して応援してくれるのよ。申し訳ないけど、G のレコンギスタにはそれが決定的に不足しているように見えたわ。テレビ版も、映画版もね。でも映画版はわかりやすくなった、みたいな感想をちらほら見たんだぜ。そうね。A さんと B さんは今これをしています、という状況はわかりやすくなったわね。トゲがある言い方なんだぜ。正直、だから何？って感じなのよ。思うに、G のレコンギスタと先行のハサウェイは作り方が真逆なの。先行のハサウェイは、主人公機が全然出てこないし、モビルスーツだって暗くて何してるかわからなかったり、登場シーンも少なかったりで、ロボットアニメとしてこんなんで大丈夫なのかってすごい不安があったのよ。だけど、丁寧な人間描写と、ハサウェイが何に悩んでるのか、何をしようとしてるのか、どんな闇を抱えているのかを、本当に細かに、わかりやすく書いてくれたから、暗くて何をしてるのかはわからなかったけど、登場人物の感情はわかるってのが先行のハサウェイだと思うのよ。けどね、G のレコンギスタは、本当に毎回のようにモビルスーツのバトルがたくさん繰り広げられるのだけど、登場人物の心の中みたいなのが、すっごい少なかったり、一瞬の描写だったりで、いわゆるながらみとか、一元さん的な人を置いてきぼりにしてるの。おそらくなのだけど、これらは全部、劇中のセリフの、想像しなさい、の一言に集約してると思うわ。私、これとっても傲慢なセリフだと思うの。味方につけて、この作品を好きになってもらわないといけない人たちに対して、想像しなさい、はすっごい不親切よ。他にも、テレビ版の予告編では、見たくなくても見る、とか、分かりたければ見るしかない、とか、これこそまさに、ちょっと想像してみてほしいのだけれど、毎日やるべきことがある人の、家のポストやらに、全然興味のない部類の、それこそ何でもよいわ、宗教、政治、全く知らない料理や、知りもしない無名のスポーツクラブ、いろんなどうでもよい何かのチラシが入ってて、興味なくても来る。分かりたければ来て。って書いてあったらどうする？私多分一切水に破いて捨てるわ。そして、今想像してくれた人たちは、ありがたいことに私の動画に興味を持ってくれた人たちなのよ。興味ない人たちは、見ろ。と言っても見るわけがないの。想像してと言っても、想像するわけがないの。だって、暇じゃないんだから。他にも、この作品にはすっごい致命的な欠点があるの。例えば、そうね。ほら、ネット界隈での伝説の言葉。パルスのファルシのルシがパージでコクーン。そんなのあったんだぜ。ちなみにこれ翻訳すると、冥界の神の人に選ばれてしまったため、人の町から追放されたってことなのよ。
そういう意味。それを踏まえた上で、G のレコンギスタの、テレビ版、劇場版共通のストーリーを少し解説しましょうかしら。キャピタルテリトリーに住む主人公のベルリゼナム君は、キャピタルテリトリーのキャピタルタワーを守るキャピタルガードの候補生である。キャピタル。しかし、キャピタルガードだけではキャピタルタワーを守りきれないと考えた者たちによって、新たにキャピタルアーミーが創設された。キャピタルガードがあるのになぜキャピタルアーミーが必要なのか、疑問と不信を抱いたベルリゼナムは、みたいな感じかしら？わからなくはないけど、脳が混乱するんだぜ。そうね、同じような単語が繰り返されると、理解のために脳がワンクッション挟んじゃうのよ。これは、ガードだ。こっちは、アーミーか、みたいにね。そうしてる間にストーリーが進み、取り残されるの。少し無理やりだけど、名前だけ変えてみましょうかしら。主人公のベルリゼナムは、南米の軌道エレベーターを守る、キャピタルガードの候補生である。しかし、キャピタルガードだけでは軌道エレベーターを守りきれないと考えた者たちによって、新たにティターンズが創設された。ティターンズ。ティターンズの存在に疑問と不信を抱いたベルリゼナムは、みたいな感じでどうかしら？さっきよりは、つまりこの狙いはね、敵と味方を名前ではっきり分けることなのよ。山田太郎くんと山下太郎くんと山田二郎くんが目まぐるしい速度で戦いを繰り広げていたとして、これわかる？こんがらがるんだぜ。だけど、内容が同じでも山田太郎くんとジャック・バウアーくんとプリキュアちゃんなら、少なくとも誰が今どこで何をしているのかはすぐわかるでしょ？しかも G のレコンギスタの何がきついって、キャピタルテリトリー2の中でいがみ合う2勢力がいて、アメリアの中にも独自に動く部隊と2勢力いて、トワサンガにもいがみ合う2勢力がいて、ヴィーナスグローブにも大きく分けて2勢力がいるの。さらに、ゴンドワンとかも出てくるから、一つの作品、映画の中で、大体9つくらいの勢力が名前とかごちゃごちゃになった状態で争ってる感じなのよ。私のような暇人くらいしか、こんなのまともに見れないわ。確かに、それはとってもリアルではあるの。現実だって、一つの勢力の中にいろんな、2つ3つじゃ足らないくらい多くの勢力が入り混じってるじゃない？でもそれを一回ぽっきりのアニメでやらないでくれってのが正直なところよ。こういうのは、アニメではシンプルな構図にした上で、外伝作品やモビルスーツバリエーションで実は裏では、ってやってくれるので十分というかむしろそこが限界というか、初代だって、連邦 VS ジオンの構図は崩さなかったじゃない？そこまっすぐに見せながら、実はギレン派とキシリア派、ドズル派があって、でも彼らのドロドロの争いは、ふわっと匂わせる程度だったのよ。そして最後の最後でズドンって感じよ。いわゆる、仲の悪い悪の幹部たち、の構図を、最後の瞬間まではちゃんと維持してくれていたの。劇中でね、だが、世界は四角くないんだからって言うんだけど、私からしたら、それはリアルだけどアニメの世界の中心は主人公でないと困るって思ったわ。目に映る世界は四角くて良いのよ。ちゃんと、後から続く人たちが丸くする作業をしてくれるんだから。まさに、ガンダムがそれでしょ？どんだけ後に人が続いていったのかって話よ。なんか久々にガンダムエース買ったら、ハマーンが OL になってたりするし、ランバラルがご飯食べてたりするし、本編開始前からシーブックとセシリーがお互い気づかないまま両思いだったりするし。なんか逆シャアの続編として、キッカが主人公の物語始まるみたいだし。キッカ。そうよ、来月からの特別企画らしいわ。つまり、ギャグとかコメディ枠じゃなくて、ガチの枠でキッカ主役みたいなのよ。私これめっちゃ楽しみなのだけど、まあこの話題は少し置いておくわね。つまり、何が言いたいのかというと、もっとベルリンに、状況ではなくて、感情を喋らせて欲しかったってところかしらね。ゼータガンダムでカミーユが突然英語に入ったって意味わからないでしょ？その前にしっかりと、ティターンズ相手に名前でブチギレて、殴りかかってボコボコにされて、ティターンズ大嫌いです。こいつら絶対許せないです。ティターンズと敵対してるエウゴだ。ってなったら、カミーユならここでエウゴ入るよなってわかるのよ。G のレコンギスタは、ベルリの反応がリアルでありすぎるの。確かに生の人間はカミーユみたいに突然殴りかからないでしょうけど、そんな微細の変化は小説じゃないとわからないのよ。つまり、感情の記号を無理やりでも入れて欲しかったのよね。それをちゃんとやってくれたのが、先行のハサウェイなのだろうけども、誰がどこにいて目的はこれですってわかりやすさじゃなくて、その人の感情を教えてほしいのよ。でないと、今何してるのかはわかるけど、なんでそんなことしてるの？って思われて、見てる人が冷静になっちゃうわ。先行のハサウェイで言うのなら、マラクのシーンは、真っ暗で何してるかわからないし、状況とか全然理解できないけど、とにかく怯えてるギリを守らなければ、ひどいよ、の後に続く、本当にひどいってセリフに、ギリとハサウェイの感情がすっごいわかるのよ。状況はわからなくても、感情がわかれば人は感動してくれるの。そして好きになってくれるの。好きになってくれれば、状況を知ろうとしてくれるのだと私は思うのよ。好
少なくとも、主人公だけは視聴者を置いてきぼりにしてはいけないのよ。でもレコンギスタ劇場版の1作目と、テレビ版の3話で、なんでベルリは間に G セルフのパイロット譲ってるんだってのが、意味わからなかったわ。説明なしなのか？一応あるけど、好きだからって理由で味方友達全員裏切る？むむむ。もちろんそのしばらく後に、ベルリはスパイをしようとしていたって描写があるんだけど、その描写が出てくるまでの間に、どれだけの人が離れたのかしらね。どれだけの人が、置いてきぼりにされてもうついていけないってなったのかしらね。私の素人的な案かもしれないけど、ここはパッと見てわかる悪い人ってことで、クンパ大佐にもう一肌脱いで欲しかったと思うわね。ほう、つまり？絶対に文章に残らないよう、口頭での形で、ベルリだけをぐっと近くに引き寄せてから、小声で、匿名として潜入任務を命じるみたいな、あと母親のことを出してその気にさせたりして、みたいな。そうすれば、とりあえずはわかりやすく、ベルリは悪い大人に利用されて、それがダメだと気づかずに、喜んで敵軍に寝返りますっていう構図にはなったと思うのよ。その中で、デレン戦の事件があったり、後から、ベルリの中の恋心があって、クンパ大佐の言葉に飛びついてしまった、みたいな事実が分かったりとか。つまり、分かりやすい構図の中に、実は本当の理由が隠されていたっていう、私の思う名作の条件に入れたのかなとか。いろいろ悶々と考えたりしてるわ。だからね、私はテレビ版 G のレコンギスタの方を、ハウルの動くガンダムって勝手に呼んでるわ。は？スタジオジブリの映画のあれよ。こんな逸話があるの。ハウルの動く城を見た記者さんがね、このラストはご都合主義すぎませんかと質問したの。そこで宮崎駿は怒ったのよ。景色には緑が戻っていて、時間が経過している。これは戦争が終わったのではなく、戦争がまた起こったことを書いている。ってね。ああ、これってまんま、暇なんですねって言われたハサウェイよね。見れば、調べれば、聞けば納得はするけど、そうしなければ理解してもらえない作品は、私も申し訳ないけどダメだと思うの。パッと見て理解できて、わかりやすく面白くて、それでいて調べれば調べるほど実は深くて全然違う発見がある。これが、昨今の名作の条件かな、と私は思うのよね。ちょっとひいきが過ぎるかもしれないけど、先行のハサウェイもちゃんとその領域に入っているんじゃないかしら？けど、残念ながら G のレコンギスタは、テレビ版も映画版もまだその領域には入っていない気がしたわ。特にテレビ版と、映画版の1、2作目はね。その口ぶりだと3作目は。そうね。というわけで、ちゃんとテレビ版レコンギスタを見た人、すなわち、途中で捨てずに最後までついてきてくれるガンダムファンの人向けの、劇場版 G のレコンギスタの評価だけども、75点ってところかしら。ほう、結構高め。か？ちなみにこの5点は私の中の葛藤だと思ってくれてよいわ。個人的には80点をあげたい、けどこれは私が盲目になっているかもしれない、という思いがあるから無理やり引いて75点って感じかしら。その上で、あえてさっきみたいなジブリの例えをするのなら、劇場版 G のレコンギスタは、千と千尋のガンダムなのよ。全然わからん。全然わからなくて共感もできなかったのがテレビ版で、全然わからないけど共感はできるのが劇場版なの。正確に言うと、劇場版の3作目から、ね。劇場版の1、2作目はね、状況はすっごいわかりやすくなってたけど、感情がわからないままだったのよ。描写はちらほら追加されてるんだけど、感情の塩は一つまみ程度って感じかしら。だけど3作目でようやく、感情の塩が味の素と一緒にドバーッと入ってくれたおかげで、何をしてるのかはよくわからないけど、何がしたいのかはよくわかった。ああそういうことね。ってなれたのよね。少し具体的に言うと、テレビ版で最初から最後まで、なんでお前そんなあっさり裏切ったの？ってキャラがいたんだけど、映画版では、最初から今のトップが大嫌いで、すっごい不満を持ってますって描写がちゃんと前面に出てたのよ。つまるところ、昔のガンダムで例えるのなら、なんでこいつら味方同士で争ってるんだ？意味わからんって状況だったのを。エウーゴ VS ティターンズです。ってやってくれた感じかしら。ああ、日本だってあったでしょ？日本の勢力 A と日本の勢力 B が争っています。日本の勢力 A から裏切り者が出て日本の勢力 B から、全然わからないんだぜ。そうね。では片方を新選組、片方を徳川幕府にしたらどうかしら？つまり、なぜそうなるのか？という疑問を、感情で説明してくれるようになったのが、劇場版 G のレコンギスタの3作目なのよ。ぶっちゃけた話、1作目、2作目よりもさらにごちゃごちゃしてたわ。でも、1作目、2作目よりもはるかにわかりやすくて面白かったのよ。ベルリがちゃんと声に出して、体全体を使って感情を暴露して、なんでこいつ今になっていきなり不殺しようとしてるんだ？の疑問も、アイダがそんなつもりなく言った呪いの言葉のせいだってのが、どこか怯えながらアイダにすがるベルリの仕草、感情からわかるようになってたのよ。アニメ版16は、ベルリの戦争であった、パイロットに何かあったなんてこと、それはしてませんよってセリフが、
すっぽい必死で怯えてる感情が強く前面に出てたように思えたの。つまりこれこそが、状況がわかりやすいじゃなくて、感情がわかりやすくなったってことなのだと思うわ。確か、これは映画版で追加されたセリフだとは思うんだけど、アイダはベルリに直接、ベルリを殺そうとしていたとまで告白しちゃってるのよね。私、そこまで言うかってなったわ。そりゃアイダはスッキリしたかもしれないけど、そして感情がわかれば、ベルリに同情してしまうの。惚れていた人が姉で、自分を殺そうとしていて、お前は人殺しの汚名を被っていると目の前で言われたのだからね。そしてちゃんとそのことで、ベルリは絶望して打ちひしがれてくれてるのよ。ちゃんと、長い時間を使ってね。一応劇場版2作目でも、デレンセンの事件でベルリはすっごい落ち込むところを見せてくれたのだけど、その後に、アイダがそのことで悩むって描写が出てきて、ストーリー進んじゃったのよ。で、後から実はずっと引きずってましたって出るのだけど、これだと、前半で語ったことと同じなのよね。つまり、もう乗り越えたの？そう、もう平気なのね。って引きずってたんかい、とやっぱり気持ち置き去りにされたのよ。でも3作目は、ちゃんとずっと引きずってくれて、乗り越えた瞬間まで感情を続けてくれたのよね。つまり、ベルリが這い上がる瞬間まで、一緒になって応援できたのよ。いきなり裏切ったリンゴくんだって、そうよ。テレビ版だと、ララヤしか言わないなんだこの機械みたいなモブって感じだったけど、劇場版だと、おそらくこいつはララヤいなくても裏切っただろうなって感じになってたわ。裏切るついでにララヤって可愛い子もいたしってなった感じかしら。ちょっとテレビ版を見直したのだけど、劇場版で追加された、最後のセリフがすごい印象的だったのよ。ベルリがアイダをまっすぐに見て、姉さんって綺麗ですよねってしっかりと言葉で伝えるのよ。それでアイダは、当然ですみたいに言うんだけど、これ、ちゃんとわかりやすいのよ。人殺しの汚名って言われて、殺したかったって言われて、ずっと引きずってきたところで、ベルリは今、初恋に別れを告げたんだなって。3作目は本当に、見ている私たちと一緒にベルリは悩んで、苦しんで、乗り越えてくれたの。だから私は、本当は80点をあげたかったし、これならば4作目、5作目は、ともう一度夢を持ってしまったのよ。そんなわけで、劇場版 G のレコンギスタは、まとめると、ガンダム知らないのなら、先行のハサウェイの方が面白くて、少し興味を持ってくれたのなら、今のところは多分、3作目まで見てくれたら好きになってくれるかも。そして、テレビ版を途中で無理ってなった人や、最後まで一応見てくれた人には、3作目だけで良いので、見てほしいって感じかしら。1、2作目はただのわかりやすいレコンギスタで、3作目は、感情移入できる、応援できるレコンギスタ。これが私の今のところの感想かしら。なるほど。というわけで、今回の動画はここまでよ。随分長く話してしまったわ。レイムはガンダムのことばかり考えている暇人なんだぜ。暇？次回は何をやるんだ？コメントで、UC の頃と比較してどれだけモビルスーツが強くなったのかってのがあったりしたので、レコンギスタの反応を見ながら、グスタフやメッサー、追加のハサウェイ考察、あとは最初の頃から言ってるのにまだできてないアムロとシャアとかも、やりたいわねとりあえず、UC と比較して性能どれだけ良いの？という疑問を主軸としたグスタフとメッサーの性能についての解説と考察をしていこうと思うわ。そんなわけで、だいぶ長くなっちゃったけど今回の動画はここまでよ。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。